ラジコン天国熊本店から資格が来てます。そっちなんですか？そっちですか？ラジ店でいつも走られてる方みたいです。初めてかな、このコースは。どうですか、初めて走った感じは。広いですね。広いですか。難しいですか？難しいですね。路面がちょっと。ラジコン天国さんはカーペットでしたよね。カーペットですね。やっぱカーペットのセッティングってあるんですか？カーペットのセッティング、いつもはどんな感じのセッティングなんですか？いつもはどうなんですかね。あまり変わらんと。まあ上手な人はみんなそう言いますもんね。さすがです。さすが資格。大変ですね。あっち行ったらこっちの資格って言われてこっち来たら向こうの資格。でもたまにはやっぱ路面の違うところは面白いですよね。勉強になりますよね。違う路面もやっぱ勉強になるかな。じゃあついにもうミヤチャンネルも今日が最終回かな。最終回なんですか？最終回のつもりはないですけど。そうですか。めんどくさいんですけど。そうですかね。そこですね。もうなんか字幕を編集しててですね。なんか寝る前にもなんか宮本さんの声がこう耳鳴りみたいに頭の中に。マジですか？そうですよ。さすがに50分のやつを編集するのにやっぱだいぶかかるからですね。なんて言ってるか全然わかんないでしょ。だんだん声がちっちゃくなってきます。自信がないところとかですね。すぐわかりますもんね。バレてるですね。バレてます。どうですか、なんか感じられたことありました？そうですね、やっぱりなんか再確認したのはやっぱりちょっと操作が雑に乗ってるのかなっていう、もうちょっとつなぎですかね、そこをもうちょっと丁寧にやっぱしていかないとかなっていうのは感じましたね。だからまあなんでしょうね、路面が変わっても例えばここで走ってても違う車で走ったりする時とか、それに対応する時にこの車の今こういう感じのコントロールをすれば、この後こういう風に持っていけるんだけどなっていうところのなんていうんですかね、丁寧なコントロールというか、つなぐところのコントロールってすごい重要になってくると思うんですよね。それはすごく感じたと思って、なんかこうしたらいいんだろうなって分かるけど体が動かない。でも自分が知ってるこのなんていうんですか、こう動かし方とか、こうするんですけど思うようにならないっていうのは感じたので、まだまだちょっとできることが少ないんだなっていうのはそういう感じました。そうですね。普段もそういうところを意識しながら自分の車でいつも走るところで走るにしてもですね、そうですね、もうちょっと考えながら走ったらいいかなっていう、いかに車をこう支配できるか、常に車のコントロールを自分のコントロール下に置けるか、そこのコントロールを普段走ってるところで普段のように走っててもやっぱり意識常にしてると、いざ環境が変わったりとかしてもそこの引き出しを出せる、いつでも。そうですね。大体そんな感じじゃないかなと思ってたんですけど。バレバレだし。やっぱりいろんな環境があるからですね。でそこに適応するためには、当然車がそこのコースでやりやすいようにセットするっていうのも大事なんですけど、それ以前にやっぱりその車の特性をそこの環境で生かすためにはどこの部分が大事なのかっていう。
なんて言うんだろうな、ごまかすっていうような部分っていうんですかね。車はこうしたらこうなるんだけど、そうなってるようにちょっと見えるようにごまかしてつないであげるとか、いかに楽をしてそれっぽく見せるかっていう技術もいろんな環境で走る上では必要なのかなっていう気がします。それはここで走ってても、例えばちょっとこうトラクションがかかりにくくてバランスが悪い車を走らせる時とかは、その辺が使いこなせないとただ遅い車になってしまいますよね。そうですね。でも上手な人って走らない車でもなんかそれっぽく走らせるじゃないですか。何でも乗れるんだなって感じになりますよね。だからそれとどんなタイヤのグリップでも走れるんだなっていうのは同じような部分なんじゃないかなと思います。似てるところはある。そう要はその車のポテンシャルをその環境でいかに 100% に近いぐらい引き出してやれるかっていう部分ですよね。でも気持ちよさそうには走ってますよ、見た感じ。なんだろう、本当ちょっとしたことなんですけど、なんかな、ちょっとなんだろう、出していって、アクセルなんか勉強したことって、ここもうちょっとアクセルを入れてみようとか入れてみようとか、ちょっとしたことがちょっとできるようになったのかなって、今ずっと走らせて、ちょっとずつなんか変えては見てるんですけど。ということはさらにレベルアップしたわけですね。レベルアップしたかどうかまではちょっと分かんないですけど、さすがやっぱチャンスは掴みに行けますね、自分から。チャンスは使いますね。さすがですね。使いたいですもんね、やっぱり。だいぶこぼしてきましたからね、今まで知らんけど多分だいぶこぼしてると思いますですね。もう今からのチャンスはもうできる限り逃さないように。見ててなんか気持ちよさそうにドライブしてますもんね。なんか車の声が聞けるっていう感じはなんかありますね。じゃあもう卒業ですね。卒業はしませんこの楽しさが分かる方が一人でも増えてくれるといいですけどね操る楽しさ。そうですね、やっぱ操れるようになるとまた一段と楽しくなるっていう、ちょっとドリフトっぽく走ってみてもらっていいですか、一回。高さんチェックしますんでボディがかっこいいからサムネがいちいちかっこいいんですよね、この車思いません？そうですねで中身見たらおっさんが喋るようだけでしょびっくりしますよね、みんな。なんかドリフトは下手くそになったような気がするんですなんか、考えすぎてる感じがしますね。なんかぎこちないの自分でもめっちゃわかります、
なんか壺をもらっちゃいましたね、どっかで。変な壺。がまた私に大人になるかもしれない。それなんか悪い感じではないんですけどね。今ははいいいです。いいよいいよ。アクセル全開だったので、このカフェあ、だからそこもやっぱ勉強になりますよね。98%ぐらいの感じで、そうですね、コントロールするっていうイメージは。全開だけど残し切りにまあ今日もこんなもんでしょうね。砂の体の設定でいいのかな。ヤシの木を気持ちよく行き過ぎて先が踏ん詰まってますね。そうですね。持ここがっていき方ですね、あれは。なんだろう。